皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月、11月、12月と3ヶ月をまとめて星の解説させていただきます。もう残り3ヶ月しかないということで有意義に過ごせるように星を解説するんですが、タロットと違って星の動きっていうのは私たちの意識で変えられない部分なので、運勢天気予報として活かしていただければ嬉しいです。そして最後にはタロットでも3ヶ月分まとめて気をつけることを見てみますので、ぜひ最後までご覧ください。ではよろしくお願いします。ではここから魚座さんの3ヶ月をお伝えします。まず10月なんですが、10月は無意識化において深いサポートを得られる時です。無意識化においてというのは、表立って何か華やかなサポートが来るよとか、あからさまにいいことがあるよっていうのではなく、実は気づきにくいんだけれども、人とか会社からそういう評価を受けるっていうこともありますし、誰かわからないんだけど世間の評判みたいなところでの自分の評価が上がるっていうのもありますし、または昔誤解を受けたこと、なんか嫌な印象を持たれたであろうことに関して、その印象が覆る、やっぱりそうだったんだ、あの時のあれはこうだったんだっていう、真相が暴かれるみたいな形で真実がね出てくるっていうこともあります。でそういった人とか団体とか何かからサポートされる評価が上がるということもあれば、そういう評価という形ではなく、自分がどうあるべきかということを深い何か見えない波動とかエネルギーとかで受け取って、何か大きなものに守られてるなっていうことを感じたり、昔のなんかおばあちゃんとかおじいちゃんとかご先祖様とか家族からの深い愛を感じたり、自分って実は愛されてたんだなということを感じる、なんか時空を超えて届く愛情みたいなのもちゃんと受け取れる時なんですね。ですから目の前のことだけではなくて、何か本当に歴史を感じるような遠い昔からの何かが判明するとか分かるとか届く、本当に遠い昔からのギフトが届くっていうようなことかもしれません。ですので昔何か仲違いしてしまった人からの思いが届くっていうこともあるかもしれませんね。でこの10月の中で一番エネルギーが強いのが10月15日の金環日食なんです。で日食っていうのは少しねエネルギーが低下しやすいと言われていて、体調不良を感じたりとか、なんか眠いなとかだるいなとかやる気が出ないななんて思う方もいらっしゃるかもしれませんが、それだけ何か見えないエネルギーを今受けて波動調整されてるんだと思ってください。そしてその時はね、ぜひゆっくり休むようにしてくださいね。要するにエゴとか自分がこうあるべきっていう固定概念とかそういったものがちょっと緩やかになるというか、ちょっと思考停止みたいな感じになって、本来ある姿に調整していってるところだと思ってください。それともう一つですね、何と深くつながるんですかっていうのがあるので、そういった見えない思い、深い愛情とかね、優しさ、思いやりとつながるっていうこともあるんですが、もし具体的な誰かというパートナーシップをね持ってらっしゃる方は、その方との深い愛情とか深いつながりっていうものをもっと肥やしていく、もっと絆を強くしていく、つながりを強くしていく、信頼関係を肥やしていくことができるっていうふうにも言えます。深く分かり合える時っていうんですかね。それはいわゆる物理的に近くにいるからとか、肉体的に合ってるからとかだけではなく、思いというものでつながれるよっていう時になります。それが特にね10月15日前後っていうのは強いので、10月の前半っていうこの期間だけでもそうなんですけれど、日食っていうのは次の日食まで影響があるって言われているので、次の日食が、来年の4月なんですね。ですから10月から来年の春までの大きなテーマとしては、誰とつながっていくのかとか、自分が何に守られていることを感じながら誰とつながってどの方向に行きたいかっていう、その準備をしていってるよっていう流れだと思います。はい、それとねもう一つ、10月9日から金星というね、社交性とか華やかさとか美しさっていう価値がパートナーのところにやってくるので、人間関係は良くなるんですね。ですから比較的表面的な人間関係も楽しいですし、さらに深く信頼関係を紡いでいくということもできそうな時です。そして10月24日以降、意識がねもう少し明るくなるというか、10月24日までは少しトンネルの中で、要は見えないものを感じて深く
感動してるみたいな感じだとしたら、実際にその感動を味わった自分はこうやって自信を持ってやっていけるっていうふうに外に目が向くような感じなんですね。それが24日以降です。でさらに10月29日っていうのは月食でして、月食っていうのは満月よりもさらに強いエネルギーがあるっていうふうに思ってもらったらいいんですけれど、この日食あたりっていうのは自分のね今後の専門性、何に一番優先順位を置いてやっていくかということを考えさせられそうなタイミングなんですね。でこれはちょうどもう今年の後半から入っている人とのつながりがなんかどんどん活性してきますよとか、好奇心が湧いてきますよとか、フットワーク軽くなっていきますよっていう自分の可能性が広がっていこうとしている時に、どこに焦点を当てるのか、そのエネルギーを何に向けるのかっていう、なんかそのポイントがね、矢印が定まるっていうのがこの10月29日の月食のエネルギーだと思います。中にはそこで何か感情的なねものが盛り上がってざわざわする方もいらっしゃるかもしれませんが、ざわざわの奥に本音があるわけですから、私ってこうしたかったんだって、ここに行きたかったんだっていう真実にたどり着ければ、あとはそっちの方向に向かっていけますので、軌道修正されると言ってもいいかもしれません。遠いとこまで飛んでいく気力体力が出てくるっていう感じですね。そして11月は自分の可能性を信じて専門性を磨いていく月になります。これも先ほど言った10月の末ぐらいから始まっているエネルギーなんですが、とてもバイタリティがあるんですね。遠くまでどこまでも行くぞみたいな、そういうバイタリティがあるので、何を人生の武器にしていくのかっていうことが定まってきそうなんですよね。で少し大きなエネルギーでいうと土星というね、忍耐とか制限とか努力していくよって、頑張っていくよっていう惑星が魚座にいますので、何か人生において真面目に取り組まなければならないテーマがあるという方もいらっしゃると思うんですが、これって言い換えれば真面目に取り組むことによって何かを超えていける、消化していけるっていうすごいチャンスでもあるので、これを2023年から2年半ぐらいかけて携わっていくわけですよね。で中にはそれをちょっと孤独だと感じたり、しんどいなと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、その中で要は何かハードルがあるなと感じている中で何を武器にしていくのか、自分の一番の専門性は何なのか、得意なことは何なのか、自分の気質、自分から湧いてくるエネルギーは何なのかということを感じて、それを伸ばしていく、増やしていく、それを縦に可能性を伸ばしていくっていうのが11月の大まかな流れなんですね。でその11月のエネルギーの中で一番強いのは13日が、新月になります。ここの新月でこれから先ね、どうやっていくかっていうことを決めていくっていうことですね。中にはもう早く来年の予定を立てたりとか、こうしようっていう思いが出てくる方もいらっしゃると思います。18日とかもね、とってもバイタリティも強いですし、なんかどこまでも行くぞみたいな感じがありますね。例えばですけど、何かちょっと専門的に勉強したいなと思った時に、それを勉強するにはこんなにお金がかかるのかと思って諦めそうなところを、いや絶対やるって言ってやってみせたりとか、もしくはそのお金を払って学校に行かなくても自力で独学でやるっていう風になったりとか、何かとても力強い自分の人生を展開していく精神があるっていう感じです。でそれは先ほど言ったね、大きなね何かテーマを超えるための人生の武器としてやっていくわけですから、その大きなテーマっていうものがドーンと自分になんか乗っかかってきて、それがしんどい、そこから逃れたいと思ってる以上はその力っていうのは湧いてこなくなるので、是非何のために今このテーマが自分の人生に現れているのかっていうのを知った上でそこに挑んでいってくださいね。例えばもしお体ちょっと調子悪いんだとか、何か不調が今出てますという方も、今まで自分が溜め込んできた不調和なエネルギーが体の物質的なね症状として出てるということなので、それもやはり時間をかけてしっかりとケアしていくんですが、そのために必要な専門知識とか、もうしっかりとしたぴったりの先生を見つけるとか、ちょっと遠いけどそこまで通うとか、そういうね自分の人生にプラスになる行動をとっていきやすい、そういうのが見つかるっていうのが11月です。そして11月22日以降は社会運が上がってきますね。
なんか見通しが明るくなるという感じかもしれません。そしてさらに24日からはね、火星というバイタリティというものも仕事とか社会に対して挑んでいくよっていうふうに使えるので、非常にこう社会を展開していく、自分のビジネスを展開していく、仕事を頑張る、上司にもきちんと向き合っていく、苦手な人にも向き合っていくみたいなことができそうな時ですよね。自分で自分の世界を作っていける時と思っておいてください。そして12月です。12月は先ほど言った自分で自分の世界を作っていける月ということです。特に12月13日が新月なので、これから仕事どうしようかなっていう、11月は自分の方向性ということで何を特技としてやっていくかを決めるんですけど、その特技やH を使ってどのように社会に対して展開していきますかっていうのを決めるのが12月13日ぐらいが適しているということです。ただ同時にこの時から彗星が逆行しますので、少し考えが行ったり来たりしたりとか、もしくは自分の中では決めてるんだけど周りの意見と一致しないということもあるかもしれません。またスケジュールのね調整ができるように少しスケジュールは余裕を持たせておく方がいいと思います。ちょっとこの3ヶ月をまとめますと、まだ10月はですね、この人とのつながりとか縁の下での力持ち的に誰かをサポートしたりサポートされたり、自分にこんなエネルギーが流れ込んでるんだということを知って安心して、11月から自分の専門性特技を磨いていく、そして12月は自分の社会を生きていくということで、なんとなく外に向かっていくエネルギーが強まってくる3ヶ月なんですね。でこのまだね何か今大きなテーマに携わってるとこですっていう方は、そのテーマっていうものがそんなに、辛いとか障害だというふうに感じなくなってくると思います。これは11月4日以降土星が順行に戻るということで、一歩ずつ進んでいるんだっていう感覚を掴んでくると思うんですね。今やってるこの努力は必ず身になるとか、これは必ず効果があるっていうことを確信しながら進んでいけるので、やってる努力自体が自分にとってプラスだって分かってると、それは嬉しい努力になりますから、そんな風に進んでいけるんじゃないかと思います。今はね、開運が人とのつながりとか自分の好奇心を満たしていくとか勉強するとか関わっていくっていうところに発展がありますので、これは来年の前半もまだ続きます。そして来年の運勢をもう少し詳しく知りたいなという方は、ぜひカペラノート2024年版も今予約受付していますので、そちらで概要欄からチェックしてみてください。毎月の星の動きやいい日のチェックとか、もちろん魚座さんのね来年1年どうかなということも載っています。ではここから、この星の動きを踏まえてタロットもぜひ見させてください。よろしくお願いします。本当は心が躍るみたいな、なんか本当は嬉しいし、もうこれを聞いて